今回はちょっと大人なお酒をテーマにした香水を紹介してみます。お酒の香水というとそこまでピンとくる人は少ないと思いますが、実はお酒には多くの香気成分が含まれています。人間が感じる美味しさのうち約8割程度は香りによるものだと言われているので、お酒の深い味わいもほとんどが香りから来るものといって差し支えないと思います。そこで今回は5つのお酒から1種類ずつそれぞれの香りをイメージした香水を紹介してみます。気になる香りがあったらぜひ試してみてください。それでは早速紹介していきます。まず1つ目に紹介するのは、ほろ酔い気分が味わえるこちらのジェイセントの花見酒という香りになります。トップノートは銀条香、ペア、アップル、ラズベリー、グリーンノート。ミドルノートは桜、ローズ、ミュゲ。ラストノートはムスク、シダーウッドとなっています。花見酒は日本ブランドらしく、日本酒の香りをイメージした作品です。フルーティーなリンゴの奥に香る銀条香の華やかでちょっと大人な香りが特徴的な作品です。始まりはフルーティーなリンゴや洋梨が香ります。フルーティーな香りの奥からさっぱりとした銀条香が出てきて、だんだんとリアルな日本酒を思わせる香りが広がっていきます。つけてからしばらくするとフローラル調に展開してきて、女性的な桜やローズのお花の香りが心地よく香ります。ラストは穏やかなムスクが香り、ふわっとした優しさとともに消えていきます。パウダリーさを含んだフローラルの香りの奥にフルーティーな銀条香が優しく香る、まさに花見酒という名にふさわしい華やかで上品な香りに仕上がっていると思います。トップのリアルな日本酒の香りが感動的で、他にはない香りだなと感じました。日本酒が好きな方や優しい甘さを含んだお酒の香りを楽しみたい方にぜひお試しいただきたい作品です。2つ目に紹介するのはドライジーンをイメージしたこちらのペンハリガンのジュニパースリングという香りになります。トップノートはシナモン、オレンジブランデー、アンゼリカ、ジュニパーベリー。ミドルノートはカルダモン、レザー、ブラックペッパー、イリスウッド。ラストノートはブラウンシュガー、ブラックチェリー、ベチバー、アンブロックス。調香師はグルマン系香水の代表的な作品であるティーレイ・ムグレーのエンジェルを調香したオリビエ・クリスプ氏となっています。ジュニパースリングは森林の中にいるようなすっと鼻に抜ける爽快感と遊び心を感じる記憶に残る香りです。香りのトップはツンとしたジンを思わせるジュニパーベリーやアンゼリカなどハーブ調のスパイシーな香りから始まり、キリッと冷たい印象を受けます。ジュニパーベリーのひんやりとした清涼感の奥からウッディでスモーキーなレザーやブランデーなど大人な淡く甘い香りが残ります。ブラックペッパーが加わることで少し重たい雰囲気が爽快な香りへ変化していきます。ラストにブラウンシュガーの上品なふんわりとした甘さがアクセントとして加わることで、ジンの香りに爽やかな甘みが加わり、最後の最後まで遊び心を感じる、楽しめる香りに仕上がっています。すごく好きな香りなんですけど、香り持ちがあまり良くないのが難点です。フォーマルな服装にさりげないかっこよさをプラスしたい時におすすめの香りです。リアルなジントニックの香りがするので、ジンの香りが好きな方にはぜひ一度お試しいただきたいと思っています。3つ目に紹介するのはシュワシュワなモヒートの香りをイメージしたこちらのエディットのローズモヒートという香りになります。トップノートはライム、ペパーミント、ラム、スカッシュ。ミドルノートはマグノリア、ローズ、リリー。ラストノートはアンバー、シダーウッドとなっています。ブランドのエディットは明治38年創業の酒肉の会社である
日光印の6代目が生み出した日本のフレグランスブランドです。桐製の箱に入っていたり、亜鉛製のキャップにセミハンドメイドのガラスボトルなど、細かいところへのこだわりが所有欲を満たしてくれます。ローズモヒートは控えめなローズにモヒートをイメージしたシュワッとした爽快な香りがしっかりと再現されているのが特徴です。トップは絞りたてのようなフレッシュなライムとミントのスッとする清涼感のある香りから始まります。ミントの奥からスカッシュノートのシュワッとしたサイダーのような香りに甘いラムの香りが加わっていきます。徐々にローズやマグノリアの上品なフローラルが重なって爽やかですが深みを感じる構成になっています。ラストはミントなどの爽快感の奥にアンバーの甘みが加わって癒される香りに仕上がっています。個性の強い香りというわけではないですが、前半はモヒートの爽快感を、後半はローズの上品さを楽しめるありそうでなかった使いやすい香りとなっています。軽めに香ってくれるので、仕事や休日などシーンを問わず気軽にまとえる万能な香りです。4つ目に紹介するのは、こちらもシュワッとした香りが特徴のシャンパンの香りをイメージしたこちらのリキッドイマジネのドムローザという香りになります。トップノートはシャンパンオコード、グレープフルーツ、ペア。ミドルノートはダマスクローズ、クローブ、インセンス。ラストノートはウッディアコード、シダーウッド、ガヤクウッド。調香師は大手の香料メーカーであるジボダン所属でエラ系というブランドの創業者でもあるソニア・コンスタンさんです。ドムローザはシャンパンやフランボワーズを香りで再現した華やかで上品な香りが特徴です。トップは苦味のある爽やかなグレープフルーツにロゼシャンパンを思わせるフルーティーでシュワッと弾けるお酒のような香りから始まります。この最初のシュワシュワ感は何度もプッシュしたくなるほど癖になる香りで、高価なのにファンが多いのもうなずけます。ジューシーな洋梨のフルーティーな香りが、シュワッとした微炭酸にほのかに甘さを加えて、リアルなシャンパンの香りをより一層引き立てています。次第に華やかなダマスクローズが加わることで、上品な雰囲気を持つ落ち着いた香りへと変化していきます。時々スパイシーなクローブが香ってきて爽快感を加えています。ラストは前半の女性的な華やかさから一変して、シダーなどのウッディノートがかっこよさを感じる構成となっています。リアルなシャンパンが再現されたトップからラストまでいい香りが続くほろ酔い気分が味わえる作品です。ドムローザはリキッドイマジネで一番人気となっていて、万人に好かれるいい香りですが、しっかりと個性も感じられるとてもいい作品だなと思っています。また去年から 50ml サイズが発売されたことで購入の敷居も下がったと思うので、気になる方はぜひ試してみてください。最後に紹介するのは禁断のお酒と言われているアブサンをイメージしたこちらのラルチザンパフュームのフーアブサンという香りになります。この香りは最近僕が一番好きなお酒の香りの香水で、調香師は世界初のイチジクの香水であるプルーミエ・フィグエなどを調香したオリビエ・ジャコベッティさんとなっています。アブさんと言われてもあまり想像がつかないと思いますが、こんな感じのちょっと不気味な緑色をしたハーブ酒になります。アブさんは多くの芸術家に愛されたお酒で、ゴッホやモネ、ピカソも魅了されたと言われています。多くの芸術家に愛されていたこともあって、感性を引き出したお酒と言われる一方で、中毒者を多く出したことでも有名で、そのため禁断のお酒や魔性のお酒などと呼ばれることもあって、国によっては製造や販売が禁止されたこともあるそうです。フーアブサンはそんなお酒のアブサンの二面性を表現した刺激的な薬草やスパイスの香りと、お香や石鹸の優しさ両面を持ち合わせたアロマティックで癖になる個性的な香りです。
香りのトップは薬草酒のようなフレッシュでスパイシーな苦よもぎを思わせる香りから始まります。すぐにスターアニスのスーッとした清涼感と甘みのあるスパイシーな香りが続きます。ラストは松葉の優しいお香を思わせる香りが広がって、どこかパウダリーで石鹸のような質感もあります。万人受けする香りではないですが、キリッとした爽やかな香りの奥から出てくる甘みが嗅いでるうちにだんだんと癖になってきて、本当アブさんのような禁断の魅力を持った作品かもしれません。個性的な香りですが、気になる方はぜひチャレンジしてみてください。今回はお酒の香りの香水を5つ紹介してみましたが、いかがでしたでしょうか。お酒の香りの香水というと、香りで酔いが回ってしまいそうですが、もちろんそういうことはないので安心してください。また今回紹介した香りの中でも、フーアブさん以外は万人に好かれる使いやすい香りなので、プレゼントにもおすすめできますし、ちょっとした話のきっかけにもなりそうなのがいいなと思いました。皆さんもよかったらおすすめのお酒の香りの香水を教えていただけると嬉しいです。この動画で自分の香りを選ぶ楽しさや香水の面白さが伝わればいいなと思っています。よかったらこの動画の感想やリクエストなどコメント欄で教えていただけると嬉しいです。興味がある方はぜひチャンネル登録やこの動画が良かったらグッドボタンもよろしくお願いいたします。今回紹介した香水を購入できるリンクは概要欄に貼っておりますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。ご視聴いただきありがとうございました。